海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。海外のテックを原点から確かめるこの番組、今日はクラウドフレア OS の紹介です。名前は聞くようになったけど、結局何なの？クラウドフレアの社員が毎日仕事で使っている AI の道具箱です。エンジニアから営業まで大部分の社員が使っていると会社は言っています。社内の道具って普通外には出てこないよね。これを今週中身ごと公開しました。誰でも読めて自分の環境に立てられる形です。これまじ会社の道具箱そのまま？今日はインストールはせず、公式の発表と公開された中身だけを見ていきます。それで全体像は十分つかめます。よし、開けてみよう。使い方から見ます。画面はチャットです。そこにしてほしいことを書きます。例えば公式が挙げている試し方がそのままわかりやすいです。明日の顧客との会議のスライドを作って、共同編集できるホワイトボードアプリを作って、スライドはともかくアプリまで頼めるんだ。3目並べを作ってという例まであります。続けて、私が先手の X ね、言って打ったからあなたの番、と、作ったゲームでそのまま対戦までできます。作らせたおもちゃでその場で遊ぶんだ。楽しそう。仕事寄りの例もあります。この GitHub リポジトリの課題ダッシュボードを作って、この Google ドキュメントの文字を直して、遊びも仕事も頼み方は全部同じ言葉なんだね。実際の画面が公開されています。これです。ほんとだ。左でお願いして、右にスライドができてる。細かいところに注目です。右上に $1.73 とあります。この作業にかかった AI の費用がその場でドルで見えます。頼みごとに値札がついてるんだ。下の入力欄にはモデル名もあります。この画面では、クロード、オーパス、5が選ばれています。ここは後でまた出てきます。ここが今日一番の考え方の転換です。今私たちが使うアプリは、ほとんどが借り物です。借り物？文書もスライドも、クラウドで動いている一つの共用ソフトに、みんなでつないで使っています。この形が25年続いてきました。それが当たり前だと思ってた。クラウドフレア OS でスライドを作ると、共用ソフトを呼びません。スライドのソフトそのものの自分専用のコピーがその場で一つ作られます。これをガジェットと呼んでいます。ソフトごと自分のもの？左が今まで、右が今回の形です。自分のコピーなので他の人のものと混ざりません。自分のだと何が嬉しいの？作り変えていいんです。スライドのソフトに欲しい機能がなかったら、エージェントにこの機能を足してと頼む。自分のコピーだから誰にも迷惑をかけません。機能リクエストを開発元に送って待つ。あの日々がいらないんだ。公式の文書は、この仕組みを、この25年のクラウドと SaaS の形からの大きな転換と書いています。できたものを人に配りたくなったら、ブループリントという型を渡します。オフィスソフトのテンプレートに似ていますが、渡るのはアプリ丸ごとの設計図です。受け取った人の手元でも、その人専用のコピーが生まれます。誰かと一緒に同じものを触りたいときは、文書と同じように相手を選んで共有できます。同じ画面をリアルタイムで一緒に編集する仕組みは、頼まなくてもエージェントが標準で組み込んでくると公式は書いています。さっきの3目並べ、そのまま友達と対戦できるんだ。次は承認の話です。ここが今日の山です。大事な操作の前に、実行していい？って聞いてくるやつだ。普通の仕組みだと、エージェントはそこで止まります。公式の文書があるあるをそのまま書いています。仕事を頼んで、コーヒーを取りに行って、戻ってくると、最初の一歩の承認待ちで止まったままだった。あるあるすぎて痛い。それで面倒になって、全部自動で承認にしちゃう。公式も同じことを書いています。人は諦めて全自動承認に切り替えてしまう。それは明らかに安全ではない。と。どうしたの？止めないことにしました。外のサービスとつなぐ窓口に、ゲートキーパーという係がいます。承認がいる操作に来ると、この係が結果をその場で仮に作って、エージェントに、できたよ、と返します。エージェントは信じて、次の仕事へ進みます。仮の結果で先に進んじゃうの？本物の実行は、まだしていません。溜まった操作を、人が後で、都合のいい時に、まとめてみて承認します。1件ずつでも、一括でも。エージェントは止まらない。でも本物の実行は、人が見るまで起きない。安全のために止める。と、止めると不便で、結局みんな安全を切る。の板挟みに、3つ目の答えを出した形です。この発想の転換、気持ちいいな。こういう、見つけてきた工夫が好きな人は、チャンネル登録しておいてね。さっきスクショで見たモデル欄の話です。公式のデモ動画が4本あって、よく見ると、4本ともモデル欄が違います。1本目は、クロード、オーパス、5。右下に、ここまでの作業が18,240トークン、0.12 ドルと出ています。こっちは GPT5.6、
ソルになってる。3問目は君 K2.7 だ。君 K2.7 と GLM5.2 のデモもあります。どれも数十円から数百円の桁で費用が出ています。つまり中の AI はどれでもいいんだ。特定の一社に固定されていません。主要なモデル提供元と自前で動かすモデルに対応と公式は書いています。会社ごとに事情に合う AI を指して使う前提です。値段がその場で見えるのも会社で使うなら大事だよね。誰の作業にいくらかかったか隠れない。ところで、そもそもの名前の話です。なぜパソコンでもないのに OS と名乗るのか、公式が最初に説明しています。確かに気になってた。普通の OS とは違うんだよね。従来の OS とは違います。と自分で断った上で、2つの意味で使っていると書いています。1つ目は、会社が AI で仕事をするための土台という意味の OS です。この1つ目には、気の利いた続きがあります。安全な形で、セキュリティチームが夜眠れるように、と。会社で AI を解禁する時の大きな心配事を最初から名指ししてるんだ。2つ目は技術の意味です。普通の OS が計算の仕事を管理するように、AI の仕事を管理する土台という意味。そして、こちらはただの例えではありませんでした。本物の対応表があります。カーネルがあって、ドライバがあって、本当に OS の形してる。アプリを隔離して、権限を確かめて、部品同士をつなぐ役割の分け方が本物の OS と同じ構図です。あれ、対応表の最後、左側がになってるよ。そこがこの表のうちです。エージェントの行だけ、今までの OS 側に対応する部品がありません。空欄が一番新しい部品なんだ。エージェントは人間の使用者とも、ただのプログラムとも違う。だから専用の居場所がいる。というのがこの設計の言い分です。安全の考え方は、今日は2分だけにします。作られたアプリは、外のインターネットに出られない箱の中で動きます。外のサービスとつなぐときだけ、さっきの窓口、ゲートキーパーを通します。接続項には、GitHub とか Google とか、サービスごとの窓口が最初から11種類揃ってるんだよね。そうです。窓口が権限の確認と記録を引き受けるので、公式曰く、技術に詳しくない人が思い切り使っても大丈夫な設計、とのことです。これ、どこで動くの？クラウドフレアのサービス専用？動かし方は2つ書かれています。自分のクラウドフレアアカウントに立てるか、手元のパソコンでコマンド1つで動かすか、今日の私たちは、そこまでは試していません。もう試している人はいるの？ GitHub では、写しに当たるフォークが557件で来ています。個人用に写して試している人は、もういるようです。出て3日で、もうそんなに。なお公式は、今は早期アクセスで、荒いところは多く、直している最中だ、と書いています。まとめます。クラウドフレア OS は、チャットで頼むと文書もアプリも作ってくれる、社員全員向けの AI の道具箱でした。年間の核は、アプリを借りるのをやめたこと、一人一人が自分のコピーを持って、AI に作り返させていい。エージェントは承認待ちで止まらず、人は後でまとめて承認する。モデルは4社から選べて、費用はその場でドル表示。そして中身ごと公開されてて、クラウドフレアの外でも動かせる。公式の文書に、狙いが一言で書いてあります。これをもとに、それぞれがあなたの会社の OS を作ってほしい。と、道具箱ごと渡すから、好きに改造してね。ってことか、太っ腹だな。みんなの会社に、会社の OS があったら、まず何を作らせたい？コメントで教えてね。この番組は、海外のテックを原点まで開いて、面白いところを持って帰ってきます。気に入ったらチャンネル登録してくれると嬉しいな。どうもありがとうございました。みなでした。ミントでした。またね。